スージー&ザ・バンシーズの動画3回目です。前回、前々回の動画と合わせて見ていただけると嬉しいです。前回の動画でドラムのバッジーとギターのジョン・マキヨークが加入し、アルバムカレイドスコープ、ジュジュ、キス・イン・ザ・ドリームハウスを発表。高い評価と商業的成功を得てバンドは全盛期を迎えたと思われましたが、1982年11月、ギターのジョン・マッキオークがアルコール依存症が悪化し、神経衰弱と診断され入院してしまいます。これからツアーが始まるという時期、スージー・スーとスティーブン・セベリンはやもなくジョン・マッキオークを解雇します。さて、またしてもギタリストがいなくなってバンシーズはどうするのかと、ここまで前回話しました。バンシーズがここでサポートを頼んだのは、1979年にジョン・マッケイとケニー・モリスが脱退した時と同じザ・キュアのロバート・スミスでした。ロバート・スミスは1959年生まれ、イギリスのクローリーという町で育ちました。地元の仲間とバンドを組んで、1977年頃からイージー・キュアと名乗り、1978年にはバンド名をザ・キュアとし、78年12月にシングルデビュー。1979年5月にはポリドール傘下のフィクションレーベルからファーストアルバム3 Imaginary Boys をリリース。その後79年9月にスージー&ザ・バンシーズのツアーのオープニングアクトを務め、ロバート・スミスはギタリストとしてバンシーズのサポートもこなします。彼はこの時のバンシーズとのステージで、自分のやっていることに対する姿勢が本当に変わったと言っています。それまでポップ路線だったザ・キュアはセカンドアルバム以降、暗い、俗にゴシックと言われるようなサウンドに変化します。確かロバート・スミスはこの変化はバンシーズの他にジョイ・ディビジョンからの影響もあると言っていたと思います。そして1982年5月リリースの4枚目のアルバムポルノグラフィーはダークなゴシック路線の傑作となりますが、制作時にメンバー間の関係が悪化。アルバムリリースに伴うツアー終了とともにベーシストのサイモン・ギャラップが脱退。バンドは活動休止状態になります。ロバート・スミスはこの頃のインタビューで、もう元のメンバーと一緒に演奏することはないだろうと言っており、実質解散状態になったと言っていいと思います。しかしその後彼はラメントという曲をフレキシポップという雑誌の付録としてザ・キュア名義でリリース。しばらくザ・キュアはロバート・スミスのソロユニットの体で続いていきます。そのラメントの録音にベースで参加していたのがバンシーズのスティーブン・セベリンで、2人の間に交流があったことが伺えます。そういったことプラス79年のサポートの経験から、スティーブン・セベリンはジョン・マッキヨークの後釜として彼に声をかけたのだろうと思います。そしてこの時すぐにかどうかは分かりませんが、ロバート・スミスは正式なメンバーとしてバンシーズに加わっています。ロバート・スミスをギタリストとして迎えたバンシーズは1982年11月から12月までヨーロッパツアーを行い、翌1983年1月、スージー・スーとバッジーはザ・クリーチャーズのレコーディングをハワイで行います。そのファーストアルバムフィーストは1983年5月にリリース。これは基本パーカッションとボーカルだけで作られたトライバルなサウンドです。続いて今度はスティーブン・セベリンとロバート・スミスがザ・グローブというユニットを結成。ブルース・サンシャインというアルバムを1983年9月にリリースしています。こちらは打ち込みなども使った実験的サイケポップといった感じです。ザ・クリーチャーズ、ザ・グローブともに結構高い評価を得たようですね。そして同じく1983年9月、スージー&ザ・バンシーズとしては久々の、そしてロバート・スミスが加入して初のシングルをリリース。それはザ・ビートルズのディア・プルーデンスのカバーで、この曲はなんとイギリスのシングルチャート3位まで上昇し、バンシーズ最大のヒットとなりました。そしてディア・プルーデンスのリリース直後、1983年9月30日と10月1日に行われたロンドン
ロイヤル・アルバートホールでのライブが録音され、1983年11月にノクターンというアナログ2枚組のライブアルバムとしてリリースされます。これ自分は最初に VHS のビデオ、レコードより曲数は少ないんですが、これを買って本当に何度も繰り返し見ました。冒頭のストラビンスキーの春の祭典が流れる中、パンクやゴスのファッションに身を包んだ観客が映し出される、そのあたりからすごく興奮したのを覚えています。スージーのカリスマ性あふれるパフォーマンスに、バッジーのドラムを叩く姿がやたらかっこいいし、ロバート・スミスもまだ痩せててかっこいいです。しかし自分が見ていて一番驚いたのは、スティーブン・セベリンがベースをほぼアップピッキングでのみ弾いているってこと。自分もベースを弾くので、変わった弾き方だな、だからバンシーズのリズムの感じは独特なのかと思ったものです。この弾き方をする人は他では本当見たことないんですよね。これもうテープにカビが生えちゃっててまともに見れないと思うんですけど、思い出の品なんで取っておいてます。で、何年か後にこの CD を買って聴いてて、これは選曲的にもかなりいいし、演奏も安定しているし、良いライブ版だなと思います。しかしネットが普及して、グレーゾーンでアップされているジョン・マキオク時代のライブ音源なんかを聞くと、なるほどと、そちらの方がなんというか尖っていて緊張感あふれる演奏になっていることが多いんですね。ロバート・スミスの方がちょっと音が優しくてうまくまとめにいっている感じはします。逆にジョン・マキオークの時はアグレッシブすぎて演奏がバラバラになっている時も時々あったりして、でもそれも含めパンクな勢いがあってかっこいいです。常々ジョン・マキオーク時代のライブ版が公式から出ていないのは残念だなと思っています。で、最近このアナログのリーシュー版を買いました。リマスターされているからか音がパキッとクリアになっている印象です。これは正直ジャケットのデザインがかっこいいと思って買っちゃったんですけど、音を聞いてやっぱり買ってよかったと思いましたね。しかしアナログと CD で単純に音質を比較できないんですけども、 CD の方が若干音が遠く感じられ、ライブの雰囲気が出てるかも。これはもしかしたら当時のアナログ版が雰囲気もあって一番良いのかもとか思ったりして、そうやってレコード沼にはまっていくんでしょうね。ちょっと気をつけます。1983年の後半から1984年初め、バンシーズはレコーディングを行います。プロデュースはバンド自身と前作でエンジニアを務めたマイク・ヘッジス。彼はザ・キュアのファーストからサードまでをプロデュースし、その後はバンシーズ関連のプロデュースを多く務めています。1984年3月にシングルスイミングホースをリリース。続けて5月にダズルをリリース。そして1984年6月に6枚目のスタジオ録音アルバムハイエナをリリースします。1曲目ダズル。分厚いストリングスがフェードインしてきて、いつになく穏やかなメロディーを歌うスージー。そこからバンドの演奏が入ってきて一気に盛り上がります。このストリングスのアレンジをしたのは後年メンバーになるマーティン・マカリックだそうですね。非常にカラフルでサイケデリックな印象のサウンドは、前作キス・イン・ザ・ドリームハウスの方向性をさらに推し進めたような印象を受けます。2曲目 We Hunger。 エスニックなドラムスと不穏な感じのギターサウンドで、こちらはどちらかというとジュジュに入っていそうなタイプの曲です。強欲なものが弱いものを捕食したり血を吸われるイメージ。そして私たちは飢えていると歌う歌詞は間接的にアルバムタイトルのハイエナを連想させます。3曲目 Take Me Back。 オルガンが大きくフィーチャーされ、多分ベースの部分もオルガンで弾いています。ちょっとドアーズっぽさも感じさせつつも、個人的にはちょっと印象の薄い曲です。4曲目ベラドンナ。こちらは明るく穏やかな雰囲気の曲。昨今でいうところのドリームポップ的な感じですかね。歌詞は全体にファンタジックで幻想的ですが、ちょっと毒が入っている感じですね。5曲目スイミングホース。先行シングルになった曲。
ギターよりもピアノが目立つアレンジになっていて、これはロバート・スミスが弾いているものだと思われます。歌詞は無茶なこと、ありえないことをさせるみたいな意味で、彼は水中を泳ぐ馬を生み出すと歌われます。全体にシュールで想像力をかきたてられる歌詞です。アナログ版ではここから B 面になる6曲目 Bring Me the Head of the Preacher Man。 スローに始まってだんだんスピードアップしていく曲です。メロディーはとても暗い響きを持っていて、個人的にはもろゴシックロックって感じなんですが、ギターが独特で、英語版ウィキではスパゲッティウエスタン調、日本でいうところのマカロニウエスタン調と書かれていますが、確かに西部劇を連想させるようなギターの奏法です。歌詞は訳を読んだだけではちょっと難しいと感じたのですが、アメリカンドリーム、伝道師の首を持ってきて人々のために道を開くあの男のという歌詞からは、西部開拓時代とかの昔のアメリカがイメージされます。7曲目ランニングタウン、アップテンポの曲で前の曲の雰囲気を引き継いでいる感じがします。この曲ではピアノと何という楽器なのかわからないんですけど木管楽器が入っていて、それが古めかしく気味の悪い雰囲気を醸し出しています。8曲目ポインティングボーン、こちらもアップテンポの曲でワウを使ったギターのサウンドが特徴、アッパーでノリの良い曲です。しかし歌われている歌詞は呪いの骨ですから、これはバンシズならではの毒気ですね。9曲目ラストの曲は Blow the House Down。 エスニックなリズムに乗せ、神秘主義的な力であの家を吹き飛ばせと歌う。これはジュジュ収録のブードゥードーリーに近い印象を受ける曲です。ブードゥードーリーではジョン・マキオークのトリッキーなギタープレイが聴けましたが、この曲ではストリングスと木管楽器がその部分を担っています。恐怖感と色彩感があふれ出てくるような曲ですね。ハイエナは1984年6月にリリースされ、イギリスのアルバムチャートで最高15位と前作と変わらないくらいの成功を収めますが、今までと違うのはアメリカでゲフィンレコードと契約したことが功を奏してか、アメリカのアルバムチャートで初めて200位以内に入りました。現在のこのアルバムの評価はなんというかちょっと賛否両論という感じがしますかね。その原因は前作Kiss in the Dream House からキープコンセプトなサウンドで目新しさが感じられないこと、あとロバート・スミスをジョン・マッキオークと比較していまいちだという意見も散見されます。個人的にはこのアルバムTinderboxに続いて2枚目に聴いたアルバムだったということもあって、かなりインパクトがあり、すごく繰り返し聴いた好きなアルバムではあります。しかし現時点で客観的に見ると、他のアルバムジュジュとかKiss in the Dream HouseとかTinderboxに比べるとちょっと決め手に欠けるかなという気はします。あとミックスがKiss in the Dream Houseと同じようにリバーブ多めのふわんとした感じになっていて、曲によってはもっとソリッドなサウンドの方がいいかなと思ったりはします。とここまでハイエナについて語ってきましたけど、実はこのアルバムがリリースされる直前にロバート・スミスはバンシーズを脱退しています。ザ・キュアはロバート・スミスのソロプロジェクトの形で存続したと話しましたが、実際はドラムからキーボードに転向したローレンス・トルハーストとの2人組といった方がいいですね。それで1982年終わりから1983年にかけて Let's Go to Bed、The Walk、The Love Cats といったシングルをザ・キュア名義でリリースします。で、どれもポップな曲で、これが結構ヒットしちゃうんですね。特に The Love Cats なんかはイギリスのシングルチャート最高5位ですから大ヒットです。それで気を良くしたのか、ロバート・スミスはハイエナのレコーディングとほぼ同時期にザ・キュアのアルバムを作っちゃうんですね。それが5枚目のアルバムザ・トップです。で、これがハイエナの1ヶ月前1984年5月にリリースされると、イギリスのアルバムチャートで最高10位とヒット。
ロバート・スミスはザ・キュアに専念するためバンシーズを脱退します。おそらくはザ・キュアのアルバムを作り始めた時点で脱退は確定路線だったんじゃないでしょうかね。それでこれ以降80年代後半から90年代にかけてザ・キュアはイギリス国内にとどまらない世界的な人気バンドになっていくんですね。しかしこのロバート・スミスの脱退に関してスージーさんは相当ご立腹だったようで、多分未だにその関係は修復されていないんじゃないですかね。一方でスティーブン・セベリンの方は多分冷静に受け止めていて、ロバート・スミスとは良い友人関係が続いていると言っていますね。はい、またギタリストが脱退してしまったスージー&ザ・バンシーズ。ファンからは前任者、特にジョン・マーキオフと比較され、メンバーからも高いレベルのことを要求されるので、バンシーズのメンバーになることは難易度の高いことになってきた感はあります。彼らのお眼鏡にかなうギタリストは現れるのでしょうか。次回へ続きます。ご視聴ありがとうございました。